空が青いなはい、おはようございます。今日は5月25日月曜日でございます。ということで、外は、晴れ、なんか入道雲がね、だんだん出てきました。はい、今日も気温上昇の予感がいたしますが、はい、暑くなりそうでございます。はい、ということで、なんかね、ちょっとね、やっぱね、俺ね、日焼けしてきましたかね。まだね、5月だっていうのにね、はい、もう顔が黒いでございます。はい、まあそんなことはどうでもよくてね。はい、ということで、今日はね、9時にちょっとご近所の方で、出張買取来てくれっていうのが1件ありまして、で午後は、またフットラボの方に戻りまして、いよいよ農業×AI、ラズベリーパイ×ノードレッドプラスコーデックっていうことでね、今までやってきましたけども、まあソフトウェア的に実験がね、家の中で終わりましたんで、いよいよ、コンピューターをタンク小屋の方に移しましてですね、それで、溶液ポンプを実際に現場に、つけまして、そして、点滴、まあ、水やりですね、はい、の制御に移っていきたいと思います。こういう時ね、大体ね、室内で実験はうまくいくんだけど、現場に、移動するとうまくいかないと、まあこういうパターンが結構多ございます。はい、ですのでね、またいろいろあれ動かねえみたいな感じでね、多分なるかもしれないし、まあそのままうまくいっちゃうかもしれませんが、まあとにかくやっていきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それでは今から出張買取行ってまいりたいと思います。じゃあね、引き取ってまいりました。こちら、はい、自転車とペットのキャリーケースと炊飯器、それとなんだトランク、それと椅子、テーブル、ラグマット、以上です。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、朝ね、出張買取の方に行ってまいりまして、で帰ってきました。で午後からね、またフットラボの方で、農業×AI ラズベリーパイ×ノードレッドプラスコーデックっていうことで、いよいよラズベリーパイを、タンク小屋の方にね移動させて、溶液ポンプ動かして、スマホからね、オンオフできるように、あとタイマー設定でね、オンオフできるように、したいと思います。なんか今日はね、きんに君がですね、まあお友達のきんに君がですね、遊びに来るということなので、はい、一緒にやってみたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、ドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、午後からフットラボの方に帰ってまいりました。ということで、暑いっすね。なんかもうまた天気が良くなってきましてですね、はい、非常に暑うございます。はい、今日はですね、農業×AI、ラズベリーパイ×ノードレッドプラスコーデックスということで、いよいよこちらにあったね、実験機、ラズベリーパイをですね、タンク小屋の方に移動しまして、まずはそっくり移動して、ちゃんと動くかどうか確認して、で動いたら、今日はね給水ポンプというか溶液点滴ポンプ、これを動かして実際苗を置いて溶液のところで水がちゃんと出るかどうかね、はい、を確認したいと思います。
ということでよろしくお願いします。人月なんか筋肉は来れなくなったみたいです。月はい、それではね、ちょっと触らずにラズベリーパイをちょっとケースにね入れまして、なるべく触らないようにこのままお引っ越ししていきたいと思います。じゃあね、まずはね、電源入れていきます。どこだっけ。あ、電気切ってんのか。はい、とりあえずね、一回電源抜いたんで、やっぱりね、ログインし直さなきゃいけなかったらしくて、はい、今ログインしましたら、このようにね、ダッシュボードで、ちゃんとつながりました。でね、たとえラズベリーパイといえども、ちゃんと電源を切る前にシャットダウン処理してから切らないといけないらしいでございます。いきなり電源抜きました。はい、以後気をつけたいと思います。はい、でこれがねスマホの画面なんですけど、一応ちょっとね見やすいように、グラフをアセンブリしまして、はい。でね、昨日の夜、この、ダッシュボードからね、溶液ポンプ操作ということで、ポンプのオン、このポンプね、ちょっと押してみます。あ、電源入ってないか。はい、で、ポンプオフ。はい、ポンプオン、ポンプオフ。それとね、もう一個これ3分タイマー、オンにしてから3分で切れるタイマーをね、一応作りました。はい、じゃあね、一応この VS コード上でシャットダウン、スドー、シャットダウン、-N、Now をやってシャットダウンします。はい、ということでね、やっぱラズパイを動かしたらですね、Wi-Fi の IP アドレスが変わっちゃったそうでございます。ということで立ち上がらなくなりました。はい、ですからちょっとまたね、地道にここに、椅子を置いてですね、はい、ちょっとがっつり戦っていこうと思います。はい、それじゃあね、立ち上がったんで、一旦この、ポンプのね、リレー外していきます。それで、ここの部分を、この辺にね、取り付けして、そして、ケーブルをね延長していきます。そしたらねハンド上げしていきます。そしたらね接続終わりましたんで、こっちもねリレー接続終わりましたんで電源入れていきます。はい、そしたらねここにポンプ用のね課題作っていきます。よいしょ。映ってる？よいしょ。あ、これダメかな。あ、ダメだな。
ね、このポンプがね、壁付けじゃダメそうなので、テーブル作りました。テーブル取り付けていきたいと思います。水かかるかな。そしたらね、こんな感じで、置いていきたいと思います。一応ね、暴れないようにビスだけ打っときます。はい、そしたらね、設置しましたんで、今度は、ポンプ2ホースをね、つないでいこうと思います。どっちがいいんで、どっちがアウトなんだろう。じゃあね、つなぎ直しましたんで、じゃあ出るかどうかね、やっていきます。いきますよ、ポンポン。おー、出ましたね。はい、そしたらね、これ、ビニールハウスから来てる方の、コネクターと、こいつをつなぎます。そしたらですね、いよいよ、苗に点滴をするための、ホースをね、つないでいきます。その前にこれをね、つないでいくわけでございますが、その前によいしょ、これがね、ココシート、ココラップってやつで、ココナッツの繊維からできているんだそうでございます。で、ここに切れ目を入れましてですね、そしてここにですね、切れ目を入れましてですね、映ってる？そしてここに置くんだそうでございます。はい。そしてね、このね、下から排水をするための穴をね、開けていきます。じゃあとりあえずで、きゅうり並べました。もうね、なんかね、元気ないんですよ。もう水欲しくて水欲しくてしょうがないって感じで、それでこれをよいしょっと入れて、よいしょ、こんな感じでさしと。これがよいしょ、点滴のですね、この赤い部分で水の水量をね、調整できるんだそうでございます。よし。でね、最後これストッパーで、ここでね止めます。で一応こんな感じでね、全部つなげましたんで、ちょっとテストしてみたいと思います。はい、その前にね、ちょっと株番号を入れていきたいと思います。1、きゅうりの1、これ2、これ3、これ4、8。はい、そしたらね、株番号もね、全部番号をやりまして、一応出来上がりましたんで、ちょっとじゃあそれではね、実際問題どうなるんでしょうか。ポンプ動かしてみたいと思います。
こんな感じでね、はい、一応ね排水の方もちゃんとやっているようでございますが、やっぱり水から出てくるこの辺はね水量が多いんですけど、先端はちょっと弱いですね。はい、ポンプがね水を吸わなくなっちゃったんですよ。で、どうやらですね、ポンプはよいしょ、水タンクより下に行かないとこういうことが起きるらしいんで、これ一回よいしょ、一応ポンプシステム出来上がりましたからね、株番号で写真撮っていきたいと思います。はい、ということでね、うちの作業内容はこちらとなります。いよいよね、こちら、ラズベリーパイを、こちらのね、室内の方に、室内じゃね、ポンプ室の方に持ってきまして、はい、で今ね、溶液ポンプを設置して、ここの上に設置したんですけど、タンクよりね下に設置しないと、エア噛んじゃって、流れなかったんで今下に設置してます。はい、ということでね、一応、きゅうりの苗ね、12番まで、はい、番号ね振りまして、株番号で、溶液点滴システムが一応完成いたしました。でね、まあちょっといろいろ課題はあるんで今後やっていきたいのと、もうねきゅうりが元気ないんですよもうやばいんで、やっと水あげられてよかったなと、まあそういうふうに思っております。ということで、はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、ラズベリーパイを、タンク小屋の方に持ってきまして、はい、やっぱりね現場に動かすとですね、まああるあるなんですけど、急に動かなくなっちゃうんですよ。はい、案の定動かなくなって、まずラズベリーパイを復旧させて、それでやっと動いたなと思って、今度は溶液ポンプを、設置して、つないだらですね、どうやらエアを噛んでしまって、出なく途中で止まってしまうと。で、まあいろいろ調べたらタンクより下にポンプがないと吸わないということだったんで、今タンクの下に、ポンプをねもう転がしております。はい、ということで以上となります。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでね、いやまだまだねいろいろ課題はいっぱいあるんですよ、ほんとね。ですがまあ根気よくね一つ一つ潰していきたいと思います。ということでありがとうございました。今日は7時から富津を盛り上げる会サロンのオフ会第2回目でございます。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。みんなで良い年にいたしましょうね。